皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、ついに日本でも起き始めたマンション管理費の値上げについてです。日本から遠く離れたイギリスでは数ヶ月前からこの現象は起きていて、家賃が上がったため支払いができず、家を追い出されるという社会問題が起きていました。この波が日本にも起きたということです。その原因はもちろんウクライナ・ロシア紛争によるエネルギー危機、円安が影響し、ありとあらゆる物価が上がったからです。マンションに住んでいる方のアンケートによると、給料は上がらないのに全てのものが値上がりしていることに戦々恐々としているというのです。当然ですよね。その対策としてのアンケート結果はこのようになっていて想像通りなのですが、ここでポイントなのは日本中でこのような節約が始まるとどうなるかということです。飲食業界への影響を考えても日本中のほとんどが外食を控えるようになったらどうなるか。ここから先一気に不景気の波が押し寄せることになることでしょう。その行き着く先には何が待っているかというと、生活困窮者があふれることになり、食糧危機が発生します。まさに生きるか死ぬかの局面を迎えることになりそうです。私はこのチャンネル内で食糧危機に関連した動画をいくつか作成してきていますが、今回の動画はマンションや集合住宅にお住まいの方、これから購入、賃貸でマンションや集合住宅に住むことを検討している方について参考になる情報をシェアしていこうと思います。しかし、今回特に警戒しなければならないと感じているのは、日本経済がバブル崩壊やリーマンショック並み、いやそれ以上の規模で大不況になる可能性が出てきたということです。なので、自分はマンションや集合住宅に住んでいないから関係ないというのではなく、世界中でエネルギー高騰による影響が出ているわけで、それがどのように連鎖して崩壊していくのかのパターンを知ることは、対策を考える上でかなり重要なことになると思います。食糧危機は平穏な生活を送ることができなくなる本当に恐ろしい事態だと思います。そしてそのような危機は今回のように政治的、経済的原因であっさり起きてしまいます。今回取り上げるマンション、集合住宅に起きている問題については、該当者だけでなく全ての方にも関係してきます。なぜかというと、これは社会問題に発展するので、一見自分には関係がないようなことでも世の中は全てが複雑につながっているため 100% 巻き込まれます。実際、地球の裏側ともいえるような遠いところにあるウクライナ・ロシア紛争によって計り知れない影響が日本に起き始めています。私もこの動画を作るために情報を集めていく中で、遥か遠くで起きている紛争によってこんなところまで影響を受けるのだということを改めて認識することができました。ぜひ最後までご覧になり、今後の試練に備えるために役に立てていただければと思います。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、今回はマンションや集合住宅にお住まいの方に襲いかかっている、もしくはこれから襲いかかってくる試練について情報をシェアしたいと思います。この2023年という年はありとあらゆる試練が私たちを襲うことになりそうですが、火のないところに煙は立ちません。今までおかしいということをそのまま先延ばしにしてきたようなことが、今回の世界情勢の激変の中で一気に火がつくという感じになっていくのではないかと思います。今回取り上げるマンション、集合住宅の問題の中でずっと問題視されてきたことは、建物の老朽化に伴う修繕と費用負担の話です。つまり築年数が古くなってくると大規模修繕というものをしなければ建物の品質も価値も維持できないということで必要なのですが、いざ大規模修繕をする段階になると予算が足りないケースが出てきてしまい、その不足分は居住者の負担という話になるわけですね。その建物に住む方の経済状況というのは千差万別で払える人、払えない人が当然出てきます。といったような問題が数年前から次々と起きていました。これはコンクリート建築物の宿命であり、いずれ問題になるということは当初から分かっていたことなのですが、実際30年経った時にやはり問題が多発しているようです。今起きている問題というのは、ずっと資金不足という問題を抱えている管理費の話です。管理費というのは、分譲マンションでも賃貸マンションでもついて回る問題となります。管理費は総称であって、内訳というのがあります。それはゴミ出しや電灯の交換、エレベーター点検など日常的にある建物メンテナンスに関わる管理費と、建物の経年劣化に対する外壁塗装やエレベーターの更新などの大規模工事に必要な修繕積立金に分かれています。どんな問題が持ち上がっているのか端的に言うと、
今現在居住者が毎月支払っている管理費が値上げされるというものです。しかも2倍、3倍というものです。もともと足りていなかった修繕積立金、そこに今起きている世界情勢の激変によって日常メンテナンスに必要な管理費まで不足することになり、管理会社の経営も難しくなるという問題が勃発する事態になりました。管理費の値上げにつながった原因を挙げると、1、建物の共用部に使用する電気代の値上げ、2、管理会社の人件費の高騰、3、自動車離れによる駐車場収入の減収、4、工事費などの値上げなどがあります。そもそも管理費というのは購入しやすくするために新築当時には安く抑えられていることが多いそうで、数年かけて徐々に値上がりしていくよう説明されているのだそうです。ところが今ウクライナ・ロシア紛争によって引き起こされているエネルギー高騰によって電気代が上がり、ニッチもサッチもいかなくなったというわけです。電気代に関しては一般家庭の電気代高騰も起きていますので理解はできると思います。ちなみに管理費には共用部分の廊下とかジム、コミュニティルームの照明、ラウンジの照明や空調設備など常に使用されている電気代が含まれています。管理費を設定した時の電気代が2倍、3倍になっていくことで管理費の見直しが起きることは当然の流れとなるでしょう。電気代がどんなに上がろうと経済的に余裕である人たちには関係がない話かもしれませんが、それでもタワマンに住む住人にとっても5万円の教育費が10万円になったとしたらきつい人も出てくるのでしょうが、ごく普通の家庭が問題だと思います。中には物件の価値を高めるようラウンジを設置してあったり、多くのライトアップがされていたりしているマンションでは、消費する電気量はかなりのものになっていると思われますから、管理費の値上げが実行されたマンションに住む住人にとってはきついことになっていることでしょう。次に人件費の高騰についてですが、背景にあるのは2020年3月31日に改正高年齢者雇用安定法が公布されたことです。この改正によって雇用する労働者について現行法で定められている65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就業確保措置を取ることが努力義務として追加されました。それによって一気にマンションの管理人のなり手が不足し始めたということが起きたのだそうです。通常マンションの管理人というのは定年退職をした方が落ち着く職場であったのに、その方たちが選択しない職種になってしまったのですから大変です。それによって人材確保は時給を上げないと人員確保が難しいという局面を迎えたのでした。本当にタイミング悪い法改正ですよね。狙ったのでしょうか。次に駐車場収入の減収ということなのですが、これは何が起きているかというと、世の中全体が自動車離れが起きていることに起因しています。今世の中の動きとしては車の維持費、駐車場の費用負担を軽減するため、そして子供が成長して独立したなどのライフステージの変化などの影響で急速に車離れが始まったことが原因で、マンションに設置されている駐車場に空きが出てきているのです。マンションの管理会社は駐車場代金が収入として計上されているのですが、それが減るわけです。しかし機械式駐車場を維持管理するにはメンテナンス費用がかかります。このような時代的背景があり、管理費不足が加速していることになります。最後に工事費の値上げがあります。特に世界情勢が不安定になってきたことで建築資材の高騰が起きています。もともと値上げありきで計画されていた修繕積立金ですが、ここに来てただでさえ足りない修繕積立金がさらに足りなくなってしまっています。工事費の高騰にはやはり人手不足が絡んでおり、待遇を良くしないと人材確保が難しいという事情が絡んできます。これらの理由により管理会社は管理費を上げないと経営を続けられないということになるわけです。こうして理由を明確にしてみると理解できるのではないでしょうか。しかし理解できますが、住民はたまりません。経済的に余裕がある世帯にはどうってことないと思いますが、一般的な家庭にあっては月々の管理費が2倍、3倍になったら生活に影響は出てくることでしょう。毎月1万5000円だった管理費が3万円になったらどうでしょう。大変なことですよね。タイミングによっては大規模修繕工事があって、工事費の不足分を1個あたりの負担金として100万円を請求されたらどうでしょうか。しかしこういうことが現実に起き始めているのです。ではどうすればよいかということになりますが、これは非常に難しい問題です。そもそも集合住宅ですから簡単に管理会社を変更するわけにもいかないだろうし、法的にも値上げを拒否することもできません。もう始まっていると思いますが、全国的に住宅ローンや管理費の支払いができない人が急増してくると思います。
賃貸物件に住んでいる方の中には家賃滞納で退去を余儀なくされる方も一定数出てくると思います。分譲マンション等の場合、管理費や修繕積立金の支払いを滞納すると、まず管理会社から督促があります。一般的に督促期間は3ヶ月から6ヶ月と言われています。その期間内で支払えば問題ないのですが、なお滞納を続けると悪質な滞納者として判断され、管理会社からの督促ではなく管理組合を交えた法的措置へと移行していきます。管理組合は総会での決議を経て、裁判所に対して支払い督促という法的措置を講じます。裁判所が行う支払い督促には法的な強制力がありますので、この段階に至っても支払いがなされない場合は、建物の区分所有等に関する法律第59条の規定に基づき、管理組合は総会での決議を経て強制的に競売の手続きを進め、滞納されている管理費や修繕積立金の回収に動きます。滞納から2年から3年以内に競売の申し立てに至る事例が多いです。どうしようもない場合は競売にかけられるとのことですが、もしそうなったら住む家を追われ、住宅ローンだけが残るという悲惨な状況になるわけですよね。嫌な話ですが、現実には起こってくる話だし、起き始めている話だと思います。いかがだったでしょうか。今回取り上げたマンション、集合住宅の管理費高騰によって居住者が大変な試練を迎えているという情報は、あらゆる局面で起きてくると思った方が良さそうです。携帯電話代金、インターネット使用料金、ケーブルテレビ料金といった毎月支払っているようなもの全てに値上がりが起きてくると思います。その原因は今回取り上げたケースと同じだと思います。気をつけたいのは、分譲マンションだけでなく賃貸マンションでも同様のことが起きているということです。特に最近は中国人による日本の不動産投資が盛んになっているということもあり、家主が中国人の賃貸マンションに住むという方との間にトラブルが発生しているということも聞きます。その内容とは、中国人オーナーのマンションを5年借りて退去したところ、税務署から約100万円の滞納がありますという通知が来たというのです。税務署からの通知を受け男性が調べたところ、法律上海外在住の人間がオーナーの事務所、店舗などの不動産を借りた場合、源泉徴収で 20.42% をオーナーが支払う必要があり、オーナーが支払わなければ借り主が代理で支払う必要があるのだといいます。取引を行う際は相手の素性や背景をしっかり確認する必要があるということですね。あと今回は触れませんでしたが、住宅ローンの金利も気になりますよね。金利次第で住宅ローンの負担も一気に高まります。そうしたことから今後は個人の自己破産が増えることも容易に想像できますが、企業の倒産も多くなることでしょう。そうした時に住宅ローンが残っている状態で職を失ったらどうなるのでしょうか。考えただけでもゾッとしますが、様々な情報を集めると楽観視などしている場合ではないと思います。もう世界大戦は始まっているという方もいますが、そうでないにしても我々の危険予知センサーをフル稼働して、ありとあらゆる情報を集めて考えなければいけないと思います。今回取り上げた問題についての解決策はかなり難易度が高いと思います。収入を上げるか、住宅ローンの返済の見直しをしてもらうかでしょう。これも早く行動しないと、勤め先が倒産でもしたら住宅ローンの組み替えの可能性に影響しますから、すぐ行動しましょう。結局平穏な日々が失われるということは、住むところにも困るし、食料危機にもつながっていきますよね。世界的に金融方面もおかしな動きになっていますから、投資などしていて心当たりがある方は備えなければならないと思います。今回のようにあらゆるジャンルでマイナスなことが起きてくることが予想されます。一見自分には関係ないようなことでも一度立ち止まり、どんな影響が広がるかという思考をする習慣も必要になると思います。今回の動画が皆さんの身を守ることにお役に立てれば幸いです。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。